さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、米粉で作るスポンジケーキ、こちらご紹介したいと思います。最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、材料紹介していきます。これ全卵と、お砂糖、あとこれ米粉ですね、と生クリーム、これで作っていきます。はい、今日の型なんですけど、この底が取れるやつですね、底が取れるやつに、側面と下の紙を入れて作っていきたいと思います。はい、これで準備しておいてください。はい、今日小麦粉を使わないで米粉を使うんですけど、米粉の場合でも必ず1回ふるってください。米粉ってサラサラしてるんであんまりダマになりづらいって言われるんですけど、それでも使う直前は必ずふるうと失敗がないと思います。はい、これは1回だけふるっとけばいいので、こうやって準備しておいてください。はい、この後卵を泡立てていくんですけど、今日は全卵2つと卵黄1個で作りたいと思います。で、全部が全卵でもいいんですけど、卵黄1個にしてる理由は、生地がね、黄色く焼けるんですね。そうすると、ちょっとこう、ホワイトチョコとか、生クリームでもいいんですけど、白と合わせた時に、すごい黄色が目立ってスポンジが美味しそうに見えるんで、今日は卵黄1個だけ出してます。全然、全卵でも大丈夫ですからね。余った卵白は冷凍して他のお菓子に使ってください。で、お砂糖です。お砂糖全部一気に入れちゃいます。で、ここで皆さん湯煎すると思うんですけど、湯煎は絶対しないで、この冷たい状態のまんま、しっかり泡立ててください。じゃあ、ちょっと泡立てます。はい、今結構これ泡立ってきたんですけど、今こんな感じですね。なんですけど、ちょっとこの泡がすごい粗いんですよ。今一番、これ5段階なんですけど、5番で泡立てました。そしたら次はこれを3番にして、さらにもう少し泡立てます。そうすると、この粗い気泡がすごい細かくなって、よりしっとりするので、必ず2段階に分けて泡立ててください。この後また3番で泡立てます。はい、立ち上がりました。こんな感じですね。もうタラーっとしてる感じ。多分ね、これもっとやってても全然大丈夫なんですけども、これ以上立たないです。ここまで来たら、この後粉を合わせていきたいと思います。はい、これ今ふるっといた米粉と卵と、あと液体ですね、生クリーム置いてあります。で、いつもだったら皆さんここにバターとか入れると思うんですけど、これ米粉でやる場合って焼きたてはすごいしっとりとしてふわっとしてるんですよ。でも冷めたらお米って硬くなるじゃないですか。なので今回のこのスポンジも硬くなっちゃいます。なのでバターじゃなくて生クリームを入れることによってふわふわのスポンジを維持できるので、今回はバター入れずに生クリームでやりたいと思います。これちょっとラップをして30秒ですね、温めておきます。はい、温めて間に米粉を入れていくんですけど、今こんな感じですね。ふわっとした状態です。ここに入れていきます。で、この下から上ってこれ米粉だろうが小麦粉だろうが混ぜ方は一緒です。しっかり混ぜてください。で、さっくり混ぜるとかそんなの全然意味がなくて、しっかり混ぜて大丈夫なので、必ずもう混ぜすぎぐらいでも全然気にせずしっかり混ぜてください。こうやって混ぜても全然大丈夫ですよ。でも混ざんないので下から上って混ぜてってください。で、今これ粉が見えなくなってきた状態ですね。でも見てください、全然しぼまないです。よくこう8の字とかって言うんですけど、8の字こう3回4回5回6回ぐらいかけちゃうようになっちゃってるんで、しっかりこうやって混ぜてください。そうするとしぼんだりしない、しっかりとしたスポンジが焼けます。はい、今これ混ざった状態ですね。この後温めといた生クリームを合わせていきたいと思います。はい、これ温まった生クリームですね。これを直接ここに入れちゃうと、これ液体とこれまだちょっと泡みたいな感じじゃないですか。なので下に沈んでっちゃうんですよ。なのでこれを一部こっちに入れて、ここでまず混ぜちゃうんです。これバターの時も何の時も一緒です。ココアでも何でもいいんですけど、チョコレートだった時もここでベースをちゃんと混ぜて、それを全体にこう入れていく。そうするとこれ見てください。分かりづらいんですけど、しぼんでいかないですね。下に落ちていかないので、
混ぜやすくなります。でこれも同じように下から上ってこうやって混ぜていってください。ちょっとね映像だと見づらいかもしれないんですけど、肉眼だと少しまだ模様が残ってるなっていうのが分かります。はい、こんな感じ。まだね全然混ぜても大丈夫ですよ。で米粉だとしっとり焼けます、必ず。なので今日グラニュー糖でやったんですけど、例えばもっとしっとりさせたかったら上白糖を使ったりします、通常は。でも米粉はもうすでにしっとりしてるのでグラニュー糖がおすすめだと思います。きび糖でもいいと思います。はい、混ざりました。これを型に流して焼いていきます。はい、これ生地流し終わったんですけど、必ずオーブン180度予熱しといてください。焼くのは10度下がった170度で焼きます。で今これ入れたてなんですけど、これ竹串とかでこうやってくるくる混ぜてあげます。そうするとこのまま焼いてもいいんですけど、より大きい泡と小さい泡が均一になります。なのでもしこだわる方はここでこうやってしっかり混ぜてあげて、今泡が消えてってるんですけど、真ん中今周りやってたんですけど、こうやって真ん中に最後やって、はい、これで焼いていきたいと思います。さあ焼けました。めちゃくちゃ膨らんでいい感じです。さあこれちなみにこっち側が小麦粉で作ったやつで、こっち側が米粉なんですよ。でそんなに見た目全然違くないと思うんですけど、触った感じちょっとこっちの方がしっとりしてます。なんか水分を結構蓄えてるようなイメージですね。ちょっと割ってみましょうか。あ、思ったより引きが強いですね。多分もっちりしてると思います。なので小麦粉よりもグルテンがないんですけど、水分を多分蓄える力が強いので、もっちりとした食感が特徴的なんだと思います。あとは作り方は同じで、しっかり泡立ててしっかり混ぜれば米粉でも全然同じようなクオリティのスポンジが焼けるので、ぜひやってみてください。さあ最後までありがとうございます。これちょっとポイントのおさらいですね。これ小麦粉で作ったやつと、これ米粉で作ったやつですね。で米粉の方の特性は水分をすごい吸う性質があります。なので結構しっとりもっちり焼けるっていうのが米粉の特徴です。その代わりちょっと浮かせるのが難しかったりするんですけど、その分しっかり同じように泡立ててしっかり混ぜれば必ず両方ともふわふわのスポンジが焼けるので、やってみてください。で僕が紹介している動画はこっちの小麦粉の方はバターを入れてます。でも今回こっちはバター入れずに生クリームで作ったと思います。それは動画の中でも説明してるんですけど、このふわふわな感じは焼きたてとかその時は大丈夫なんですよ。米粉で作った場合は時間が経つと硬くなっちゃうので、バターは入れずに液体を入れて、液体っていうのは生クリームですね、それで作ってるっていうのだけ必ず覚えておいてください。これで皆さん米粉で作る場合も失敗しなくなると思います。今日も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるの楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。